はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。ジャックさん、キウイイヤーズはちょっと久々という気がしませんか？いつ以来だっけ？ 3 月にレビューしたシンゴロ以来だから半年ぶりぐらいだね。そっか。シンゴロって聞くと最近のような気がするけど、もう半年も経つのか。KE4 って今までの命名ルールから路線変更したんですかね？そうみたいだな。ネタが尽きたってこともないだろうけど、K はキウイの K、E はイヤーズの E。そんで、片側4つのドライバーで、4で KE4 か。めっちゃベタな感じだよな。まあ、他メーカーでは当たり前な命名ルールだから別にいいんだけどさ。それともう一つがこれです。アレグロミニ USB タックのレビューしてくださいね。ああ、これね。アレグロの弟分。最初あんまり乗り気じゃなかったんだけど、ある仕様を見て急に期待度高くなっちゃったやつ。じゃあまずアレグロミニからやってよ。わかった、そうしよう。まずサイズ感から。兄貴分のアレグロも小さめですが、並べるとこれくらい違います。接続スタイルが違うからね。アレグロミニはケーブル不要の直付けスタイル。スマホで使うには直付けの方が扱いやすい。手持ちだとオーディレクトアトム2も同じスタイルで、これと比べるとちょっと大きい。で、大きい理由はこれ。アレグロミニは 3.5 と 4.4mm 接続対応なんだよ。少しでもサイズを小さくしたそうなデバイスで 2.5mm じゃなく 4.4mm を採用したのは 4.4mm の方がユーザーが多いってことなんだろうな。両サイドに差し込み口があるんですね。そう。これが気に入ったポイント。手持ちの Android タブレットはイヤホンジャックがなくて Bluetooth 接続で遅延が気になるときは USB ダック使うんだけど、ケーブルを必要とせず直にさせるのがいいわ。アレグロミニは Amazon だと4000円ぐらいで結構お手頃価格。でもリンソールのサイトで KE4 と一緒に買うと1500円ぐらいで買えるよ。このコンボずっとやってるかはわからないけどね。ところでジャックさん、音質はどうでしたか？スマホに接続してバランス接続でしばらく聞いてみたけど、単体で聞いてる分には特に不満は感じなかった。何曲か P を K7 と聞き比べてみると広域の伸びがちょっと足りない感じはしたね。とはいえ価格を考慮すると十分でしょう。作動中全然熱くならなかったし。音収録には使わなかったんですか？広域の伸びの件があったからね。いつも通り P を K7 から出力したよ。さて、じゃあここからは KE4 のレビューだよ。2TT プラス 2BA というと同メーカーのカルテットと同じ構成なんでちょっと意識しちゃいますね。そうだね。しかもどちらもアイソバリック方式を採用しているし、詳細は上の資料を見ていただくとして。これカルテットの時に使った資料の使い回し？ちょっと変えてるわよ。載せてる BA は違うようだね。カルテットはカスタム BA としか書いてなかったけど、 KE4 はノールズのドライバーが2機載ってる。それとカルテットにあったチューニングスイッチがなくなってるね。価格はカルテットの倍くらいで3万プラスです。キウイイヤーズの中でも上の方の価格帯になりますね。そうだね。パッケージ内容はご覧の通り、ちょっと変わったイヤーチップが付属。3ペアってちょっと少ないね。3万プラスの付属品にしてはちょっと寂しい気がする。重さは片側 5g と軽め。樹脂製だからですね。厚みがちょっとありますかね。イヤーフィンの突起がありますので苦手な人はお気をつけを。さて、ここからは波形をチェックしていきましょう。ちょっと変わったバンドルイヤーチップとディバイナスベルベットの比較から。今回も最終的にはベルベットで視聴することにしたんだけど、バンドルケーブルで視聴するならバンドルイヤーチップの方が工程のバランスは取れる気がするね。というと、ケーブルは何を使ったの？5本ぐらい試してみて、ナイス HCK ディープスノーになった。中広域以上の伸びが今一つだったんだけど、ディープスノーで臨場感含め解決したんでね。マイイヤーチップを重ねると 10kg の谷が深いやつは積極的に使う気にはなれなかった。3から 6kg あたりにかけてベルベットより出ているものでもよかったんだけど、視聴に使うんで平均的なものを選びたくなるのがベルベットを使う理由かな。そして今回のサウンドチェックはキウイイヤーズ、カルテットと正オーディオ、ハイプ2にしてみた。両方ともドライバー構成が 2DB プラス 2BA だからね。カルテットはスイッチオフの標準の状態。ケーブルはバンドル品ね。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
3モデルの波形を重ねるとこうなります。カルテットとハイプ2の方が広域明るく感じとね。そうね。だけど明るさの質感が違う傾向だったと思うわ。多分こことここの違いじゃないかしら。カルテットの方が細い感じの広域、ハイプ2は少し厚みのある広域。波形で見るとこういう違いになるのか。それとカルテットは標準セッティングだとこの帯域を絞ってるからね。KE4 とハイプ2の比較ではここの差分が明るさに出ているのと、ここ割と広い帯域で KE4 は絞ってないのも特徴だと思う。カルテットを少し復習しておくと、チューニングスイッチで結構キャラ変できる。低域や中高域をもっと出せるセッティングもある。1万円台でこのキャラ変は結構嬉しいし使えるよね。そうだね。これをバラしてみるとこうなる。重ねなくてもこの辺りの違いが分かりやすいんじゃないかな。そうですね。今度はこれに KE4 の波形を重ねると、カルテットのどのセッティングも KE4 とあんまり重なるとこないね。そう、KE4 は超低域がしっかり出て 200Hz あたりは標準的なレベル。キックの圧とかベースの重みがいい。スネアも厚みある。フロアタムもかなりいいね。そこから 500Hz ぐらいまでほとんど落ちず。この特徴的な低中域から中域は厚みと豊かさにつながってるかな。こういうの苦手な人は 500Hz 付近をちょっと EQ で補正してもいいかも。いやいや、これで特徴わかるから苦手な人は手を出さない方がいいかも。でしょ？ああ、それはそうだな。中高域は2キロあたりではまだ立ち上がらず、3キロあたりに1ピークあるけど、そんなに大きな山じゃない。丘程度。ボーカルは2キロ中心にピークがあるとぐっと前に出る感じがするけど、これはその上に軽い丘がある程度なんで、なんとなく前にいる感じで、バックの音との絡みがいい。ピアノやサックスも同じような傾向で出過ぎないけど存在感あってちょっと軽く感じるかな。7キロ付近のピークも特別尖ってないんできついと感じない広域。特にいいなと思ったのがシンバル系。ハイハットもクラッシュシンバルも臨場感も伴って理想的なレベルと定位感だわ。リケーブルをナイス HCK ディープスノーにしてうまくまとまったんでよかった。聞き込んでいくとやっぱり格の違いを感じるモデルだなぁと思ったね。3万クラスだもん。そりゃあそうだよね。でも QE イヤーズってやっぱりいいモデルが多いよね。欲しいものリスト入り確定ね。KE4 は低域と低中域に特徴があって厚みがあり、広域も痛くなく金物が理想的になってくれるんで私のお気に入りモデルの一つになりました。ということで QE イヤーズアレグロミニと KE4 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。